皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を自由に設計できるスプロケット。今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思います。みんなリクエストありがとな。リクエストは概要欄にある作れる戦車の項目を見ていただき、コメント欄に書き込んでくださいね。それでは設計を進めていきましょう。それでどんなの作るん？今回作るのは第二次世界大戦中の1942年、日本海軍が採用した戦車、特に式内家庭、上車だね。上車。参考資料を出すとこんな感じです。おう、海から上陸できるような戦車やな。実はこの戦車、この状態では艇という扱いなのですが、この前後の船のような部分が取り外しできるようになっていて、陸上ではこんな感じになります。これはかなり珍しい戦車やな。それでこれを作ると、戦車だけ作っても面白くないので、これを先に作って取り外し可能な船の構造も作ろうと思います。形はそこまで難しくない感じやからな。そう思うよね。これがまた大変なことになりました。何があったし。それでは車体はこのような色にして足回りを作っていきます。特に式内家庭は全長 4.8 メートル、幅 2.8 メートル。かなり小さめやん。履帯の幅がよくわからなかったのですが、画像から判断すると30センチちょっとだったので、今回は32センチにしました。いつも作っとる戦車からするとかなり狭いな。あとは資料を見ながら軌道輪などを配置。これも結構慣れが必要なのですが、それっぽく仕上がったら、次は車体を触っていきましょう。特に式内家庭の車体、フロートを外した状態では、特に式戦車と呼ばれていたのですが、角張っているので正面はとても作りやすい形状をしています。今は正面の傾斜を合わせているのですが、実物との傾斜誤差は2度から3度程度に抑えています。ある程度正確に作らんと全体がずれてくるからな。資料がない場合は見た目で合わせていく方法で作りましょう。勘ってことやな。はい、とりあえず手を動かしてどんどん作っていきましょう。今はここの機銃がついとる部分やな。続いて両脇のところをシュッとします。シュッと。このまま後ろの部分を作ろうとしたものの失敗。形状が大きく変わるところは、やはり別に作った方がいいですね。砲塔パーツを確保して組み合わせる方法やな。ただ、これをすると、車体とは別になってしまうので、内部容積が大きく減ってしまいます。減るとどうなるん？例えば、大きいエンジンを乗せるにも、装甲を乗せるにも車内容積が必要なので、目的のものが乗せれなくなる可能性があるね。それ結構致命的やん。その場合は、作ったパーツ内に車体の空間を広めることで、ある程度確保することができます。見えんようにこっちの内部まで広めるって感じか。はい、後ろ部分の気になるところを修正したら、ガッチャンして完成ですね。みんな車体完成したで。次は砲塔を作っていきましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。特に式戦車の砲塔は円柱のような形をしているので、この形を作っていきます。あれ、保存しとった形状を読み出したりせんの？向きが縦方向じゃなかったんだよね。向きもあるんか。装飾として載せる場合は向きは関係ないのですが、砲塔で間違うと多分大変なことになります。あれか、縦方向にくるくる回転するとか。そうなるね。円柱を作るには最低でも8角形、できればその倍の16角形がおすすめです。面が多ければ多いほど見た目が丸くなるんか。あとは右上のスムースアングルを強めると円柱にできます。作ったやつは保存しておくとええな。いつでも読み出せるで。作った砲塔は車体に挿入しておきましょう。砲塔上面をエクステンドでもう一段伸ばして、周囲を選択、もしくは上面全体を選択して縮めます。丸っこくなったな。よく見たら円柱ではなく、下側が開いていたので修正。作り終わったらガッチャンしておきます。サイズ感を見るためここで手法を搭載しておきましょう。かなり小さい気するけどどのくらいの乗せとったん？ 37ミリ砲だね。37ミリ？これで重戦車と戦うん？もちろん戦います。100% 無理やろ。砲身の長さは1メートル69センチ。200メートルの距離で55ミリの貫通力があったとのことなので、ゲームでもその威力が出るように設定しました。作り終わったらイヤラジク砲塔に乗せておきましょう。なんて？埋め込んでサイズ感を合わせれば完成です。だいたいこんな感じですね。おう、いつの間にか戦車っぽくなってきたで。はい、今回最も大変だった装飾を乗せていきます。どのくらい作ったん？全部で63個だね。63？それ砲塔パーツで作った装飾？今回からコピーして作ったものもかなり多いんだけど、小さすぎて難しいもの以外はほとんど全部乗せたね。ほんまか。
載せなかったものといえば、例えば砲塔勝負のこの部分かな。手すりみたいなやつか。こんな感じですね。砲塔できたで。車体正面上部もこんな感じに。側面のよくわからない穴はペイントで入れました。これペイントするの必須やな。車体側面についている謎の出っ張りも自作して、全部で4箇所搭載。車体天板両側についている装飾も自作しました。次に車体後部、装甲板を入れて模様を作って、動力周りの装飾を入れていきます。これはめちゃ時間かかるで。網模様はもちろん装甲板です。周囲の装飾を入れて、ここと、これを両側に入れれば、車体後部は完成です。今回無駄に細かいやん。ずんちゃんいろいろこだわってきちゃった。前もそれ言ってたな。それではマフラーを作っていきましょう。最近これも全部自作やん。画像を見てもわかるのですが、このように大きく形が異なるのは、それぞれ違うパーツで作ります。となると何個や？今作っとるのとマフラー本体、それと先端で合計3つか。そうなりますね。細かく見ると色々とついているのですが、そこは省略します。このように大きく向きを変える場合は、一旦エクステンドで形を追加して、面を選択した状態で引っ張り上げます。これはいろいろ応用できそうやな。さらに先っちょを選択して、何のエコーや。エクステンドで出せば完成ですね。なるほど、選択した面が伸びる感じなんか。この状態でデリートキーを押すと面が消えます。マフラー完成したで。尺が長くなりそうなのでサクッと戦車を仕上げていきます。これは車体後部についている謎の装飾。何に使うんかようわからんな。フロートを固定する爪のような装備を合計8個搭載。ちょっと見えにくいですがスクリューも2つ付けました。水陸両用戦車っぽい装備や。あとは大量についているリベットを打ち込んだら完成です。はい、戦車本体、特二式戦車が完成しました。おお、上手にできとるやん。今回これで完成ではありません。特二式内家庭を作ってほしいとのことだったので、戦後のフロートも気合で作ります。作るのは、この四角い砲塔パーツからです。曲面も多いしかなり難しいで。どう作ろうか迷ったのですが、とりあえずエクステンド工法で面を前に追加しながら形を作ることにしました。ちょこっと修正して、車体正面と接続するところも作ります。こんな感じでいいかな？車体形状に合わせんとあかんのが難しいな。フロートの先端、ここもエクステンドで盛り上げながら曲線を作ります。盛り上げたら先っちょをキュッと絞って、見た目が合うように先端を尖らせましょう。船みたいになってきたで。先っちょがちょっといきりすぎていたので修正。だから何のエコーや。スムースアングルを強めれば丸っこくなります。おお、ええ感じやん。あとはポイった装飾を乗せれば前側は完成ですね。はい、黒い線も入れてつなぎ目も表現してみました。全長が長めですがこれは後から修正しています。後ろも同じ要領で作っていきましょう。遅くなりましたが、制作の様子を見ながらこの戦車について簡単に紹介します。特二式内家庭上車は、試作車が1941年に完成した車両で、終戦まで約180両が生産されたと言われています。結構作っとるんやな。乗員は6名、砲塔は2次機軽戦車のものを流用しました。これを110馬力のエンジンで、地上では時速 37km、水上では 9.5km の速度で移動できたそうです。ほう。初の実戦は1944年のマーシャル諸島クエゼリンの戦いで、以降、レーテ島の戦いなど、いくつかの戦闘に投入されていたそうです。なるほど。はい、後ろでは後部フロートが完成しつつあります。舵を動かす構造なのかよくわかりませんが、これも自作しました。換気筒もちゃんと作って、砲塔上部についていた展望塔もちゃんと作りましたよ。ペイントも入れるとこんな感じですね。ええやん。それでは最後にこの部分を作って終わりです。なんか柵みたいなやつやな。こんな感じで足をつけるところに印をつけて、あとはエクステンドで伸ばしながら作っていきました。こうやると曲線も作りやすいんか。スムースアングルで丸くして、細かいところを微調整したら完成です。みんなついに完成したで。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量はフラートをつけた状態で 14.7 トン。実物は 12.5 トンとのことで、そこそこ近い数値になりました。装甲は全体が5ミリから10ミリですね。いつも150ミリとかつけとるのにどうやって戦うんや。戦車内部の容積に余裕がなく、つけることができませんでした。主砲は 45.9 口径37ミリ砲を搭載。
最高速度も 34km と実物に近い数値に合わせました。そして制作時間はまた12時間となってしまいました。見た目以上にかかりすぎや。戦後のフロートを作ったのと、さっきも言ったけど、装飾を60個くらい乗せたのが大変だったね。実質2つくらい戦車作っとるのと変わらんな。制作の参考にしてみてくださいね。人とのサイズ比較は目安としてこのくらいですね。こう見るとかなり小さいんやな。そしてこの戦車、フロートの取り外しができたので、考慮した設計をしています。おお、綺麗に分離しとるやん。もちろん後ろ側も外すことができますよ。完璧やな。ただ、特に式内過程を作ってほしいとのリクエストだったので、フロートをつけたまま無理やり戦うことにしましょう。多分、こんな戦い方をしたゲームは他にないと思いますよ。まあ、これがついとるだけまだなんとかなるかもしれんな。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解。それじゃあ戦闘開始。ゆるふばち兵器ちゃんね。よいしょ。今回は味方7両と一緒に戦っていきます。軽いから結構多いな。ちょっと待って。ひっくり返っとるやん。何してんねん。早速盛り上がってきました。味方多いと必ず変なのおるな。それじゃあおかねちゃん、発進。みんな行くで。やっぱりそこまで速い戦車やないな。今回搭載したのは 4.9 リッター V4 エンジン。実物とは異なりますが、これだけで 478kg あるという設定ですね。そこそこ機動力もあるし、旋回とかは余裕な感じやろうな。敵さんが出てくるまでカット。あかねちゃん、そこの丘のところで停止ね。確かここを越えると敵さんが出てくるんやな。一時の方向敵戦車発見。よし、攻撃開始。敵戦車に命中。よいしょ。砲塔側面に命中。敵戦車撃破。これめっちゃ装填早いやん。あれ、バックできんで。味方戦車が衝突しています。やだそんな。2時の方向に敵戦車。あかねちゃんあれ狙うよ。ちょっと前進するで。停止。おりゃ。車体側面を貫通。敵戦車撃破。1時の方向に敵戦車。ちょっと無理かな。地面に命中。少し前進。了解。そこ。砲塔正面に命中。非貫通。2時の方向に敵戦車。これやばいで。くらえ、ずんだうろう。車体あかね側面を貫通。ちゃんバック。あいた。今のは危なかった。発射。側面を通過。ちょっと待って。これ味方攻撃してる？味方の攻撃回数。全車両ゼロ。これどうなってんねん。なんかおかしい。てか、前回も味方攻撃しとらんかったやん。設計は完璧なはず。正面に敵戦車。あちょってなんや。くらえ、あかねちゃんのなんかやばいもの。おい。くらえ、ゆかりちゃんのいろいろやばいもの。おいこら。あ、逃げたくなるほどいらないんですね。さっきから何言ってんねん。バックしたで。こっちから攻撃するよ。了解や。味方戦車の近くに敵戦車。ああ、この子ね。チャンスや。ポイント撃破。敵戦車の正面走行を貫通。撃破。あれ、ちょっと待って。これ敵さん味方攻撃しないよね。味方の被弾数ゼロ。さっきからどうなってんねん。未知の事象が発生している可能性。あかねちゃん右から回り込むよ。了解。やっぱり味方は攻撃もしないし、攻撃もされないな。技術部の葵ちゃん原因わかった？原因は不明ですが、大量に乗せた砲塔パーツに何らかの問題があったのかもしれません。そういえば前も大量に乗せたな。味方が攻撃されない問題は？そちらの原因も不明です。じゃあもういいかな。ポチ。おい。あ敵戦車撃破。敵の第1波すべて撃破しました。第2波が出てくるまでカット。はい、第2波の敵戦車、ガンターなのですが、遠くからは全く抜けないので、待ち伏せして攻撃する作戦にします。側面か背面攻撃できればいけるかもしれんからな。丘の向こうに敵戦車。数2両。よし、行くよ。見えたで。ズンちゃんアタック。外しました。何してんねん。正直大変まずい状況。両方から来とるで。今のは非貫通。そこくぼ地になっとるんか。というか、ぶっちゃけ逃げ場もないんだよね。普通に平原やからな。ゆるい高低差くらいしかないで。敵戦車さらに接近。これはやばい。37ミリで威嚇するしかない。こんな豆鉄砲や。敵戦車予想に反して交代。また出てきました。やばりな。多分敵さんも交代するよね。
こちらに前進。ちょっと待った。ヒビ。よし、ゾンビアタック開始。側面に積んだろう。機関通。積んだろう。機関通。くらえ、ゆかりちゃんの。全然聞いとらんで。やっぱりいらなかったみたいですね。おりゃ。機関通。ペンタン。機関通。ぺったんこ。機関通。敵の弾は普通に貫通や。これね、近づけないし無理な感じだね。よいしょ。あー、参った。砲塔の防潤が貫通。開いた。はい、このままでは勝つことができないので、一つのパラメーターだけいじってみました。変更したのは砲弾の長さですね。直径 3.7 センチ、全長 1.2 メートルの砲弾を発射できるようにしてみました。これもうありや。ティーガーワンの側面走行を貫通。炎上。余裕ですね。敵戦車、残り1両。このかなり尖った性能の砲弾を使ってみたのですが、装填速度も3秒ちょっとでとても速く、貫通力も110ミリほどあるので、かなり使いやすいことが判明しました。中途半端に大きい四方よりサクサク倒せるな。皆さんも試してみてくださいね。敵戦車撃破。勝利しました。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。特に式内過程どうだったかな？軽いから機動性は良かったけど、走行がほぼないことと四方が弱すぎるのは大きい欠点やな。走行はなくても隠れながら狙うことはできるので、クリアは可能だけど、敵を倒せない四方ではちょっと厳しかったね。やっぱり攻撃力はないとあかんな。そういうことになりますね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。